こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパート5始めていきます。いきなりですがドンドルマからスタート。ここが今後お世話になる拠点です。町はモンスターの襲撃でダメージを受けている状態。しかも古竜まで観測されているらしい。当面は修繕と防衛に協力するよ。我らの団の株もだいぶ上がったもんだね。続編で仲間の数が増えてる感じたまらないですね。ここから 4G の追加要素となります。それでは早速やっていきましょう。村7の緊急技ザミくんです。持っていくのは大津雷。火力は十分足りてるぞ。肉質はなんと全部で打撃が上回る。広角種ならではの特徴だね。広角種といえば打撃が有効な種族ですね。初登場時から変わりません。星村区はザザミとアシュしか登場しないこと。もともと広角種は数が少ないんですよね。とはいえ、ギザミと戦いたくはないけどね。4にギザミがいたらどうなってたやら。せっかく有効なんだし、肉質に甘えていこう。適当に頭めがけてスタンプしてればなんとかなるよ。頭と胴、どちらもかなり有効ですね。ここ殴れてれば問題はないでしょう。隙の少ない小技だけ注意ですね。殴られると置き攻めを食らいやすいので。ダメも解除されちゃうしね。生存重視で立ち回ろう。あ、捕まっちゃったわ。この攻撃地味に範囲広いな。肥やしを量産できてないので気合で解除。レバガチャは本体にダメージいくので避けたいです。このチャンネルでよく出る 3DS 本体寿命の話ね。今ある資源を大切にしていこう。3DS、この1年でさらに高騰進んでるね。我々もそろそろ予備買っておこうかな。ここから好転することはありませんしね。出費は痛いですけど。さて、サザミくん怒り状態に突入です。ハンマーとの相性がかなり怪しくなります。左右の詰め攻撃が発生早すぎてな、紙に近い状況になったりする。ハンマーの移動速度って普通に足りてなくて、位置分けがしづらいんだよな。相手が強力になるほどこれを感じてますね。あらゆる要素が少しずつ足りてないっていうか。上位に入ったらスキル面の更新を注視したいところ、回避性能なり補強が必要ですね。ハンマーといえば必須スキル不要が売りだが、4G では欲しいスキルだらけだな。その後は特に危なげもなく終了完了。なんだかんだ5分台で終わったぞ。ここは肉質に助けられましたね。とにかくこれで村上位昇格です。サザミの後はババコンガーシの討伐以来、いよいよアシュモンスターが登場ですよ。こいつって普通に強いよね。セカンド G よりはマイルドだけど。ババアシュの前にちょっと寄り道したい。ドスラン2頭のクエで素材集めをしよう。今回もランポスエスメールにはお世話になる予定。上位では最強クラスの火力装備だと思います。シンプルに攻撃3スロ1だけでも偉いんだよね。今の装備から普通に乗り換えられる。上位とはいえ、ドスランならまだ対処は楽だ。取り巻きも含めて丁寧に処理しようね。舐めていい相手ではないですからね。命を大事に参りましょう。ちょい具だったけど問題なくクリア。なんだかんだ5針でいけてるぞ。怪武器でもなんとかなるもんですね。上位で通用するか心配でしたが。じゃあサクッと素材を集めてきましょう。防具を更新したらストーリーを進めます。ほい、鈍いだけだけど更新完了。胴と足が上位防具になったよ。スキルは据え置きで防御力が少しアップです。今後、頭腕腰をちょっとずつ乾燥していく予定。地味ですがファッティーブッシュ回も作っていますよ。制作自体はだいぶ前にやってましたが。ザボアハンマーは676の氷200とかなり優秀。回が属性武器では一番バランスがいいぞ。しかも将来性も抜群なんですよね。原子とアシス、どちらの系統も強力です。氷属性ということでババア種には最適。ザザミとスランを見る限り火力は問題ないでしょう。ババアくん、肉質も打撃は悪くない部類だ。慎重に立ち回っていこう。悪臭攻撃の範囲が見た目より広いので、それが一番怖いですかね。見た目自体は常識的な範囲なんですが、回復不可なのがきついです。防具作ってたら所持金が1100ゼニーしかなくてね。召集玉に回すのを惜しんじゃったよ。ということでガスへの被弾は現金。頑張れ私。あ、ガス食らってしまいましたよ。これはまずい。今の当たってるようには見えなかったが、許してもらえないらしい。こうなったら割り切っていくしかないな。ここから無被弾でいくぞ。注意すべきは糞投げと急なブレス攻撃。どちらも発生がかなり早いです。糞の方は心理的にも食らいたくありませんよ。これで落ちるなんてもってのほか。いろいろと綺麗に終わらせたいしな。超慎重めな立ち回りでいこう。その後、落ちることなくしっかり5針で捕獲完了。やはりハンマーと相性いいですね。ハンマーでもぎりついていける速度だったね。サイズ的に攻撃範囲も限定的だし。よし、じゃあガンナーに報告と行こう。どんどん物語を進めるぞ。ババア種の後はキークエが2つ追加。ドスガレオスとネルスキュラですね。スキュラはまだしも、ドスガレはかなり面倒な相手。
ハンマーとの相性かなり悪いです。ハンマーじゃなくてもやりたくない相手だからね。メンタル安定してる時じゃないとプレイできん。武器は変わらずザボアハンマーでいいだろう。頼むぞザボア。はい、ではドスバレ戦行きます。まずは肉質チェック。物理面は一応それなりに通るんですけど、ハンマーだと届きづらい位置ですね。ハンマーは特定部位を狙うの難しいからね。相当モンスごとに動き習熟させないときつい。ドスガレも首を狙いたいところだけど、攻撃の隙が全然ないんだよな。スタンさせて狙うのが現実的ですかね。ブレスの隙程度じゃまともに殴れなさそう。頭には氷30も通るので、ザボア武器であれば狙う価値はありますね。取り巻きのガレオスが少ない今がチャンスだ。できるだけ削っておこう。なんか頭すら殴れないでいるぞ。こいつ結構なクソモンスだよな。わかりやすい隙が全然ないですよね。4G らしいといえばそうなんですが、範囲が広くて削りも完備してるので、ダメ中のハンマーだとおいそれと殴れません。あれ、なんかいつの間にか映ってる。潜る動作ってこんな威力高いんだ。無理やり攻撃してたとこが起点でしたね。ハンマーでゴリ押しは厳禁ですよ。映った時点では4分程度しか経ってなかったですが、それまでがだるすぎて続行することにしました。なんとスタミナすら回復せず特攻してるよ。よほどメンタル来てたと思われる。この後のストーリーの話も混ざるけど、ハンマーは砂漠系モンスと全体的に相性悪いな。ダメをなかなか許してくれないんですよね。今後を考えると頭が痛いです。エリアに入り、ドスガレ戦はさらに苛烈に、何度も死にかけております。段差も邪魔だし、小型ガレオスもくっさ邪魔。本体含めて何一つ楽しい要素がないよ。ハンマーだとノリで活かせそうとか考えてたけど、その他の要素がマイナスすぎるな。乗れても傾斜のせいで思うように攻撃できませんからね。本当にどうかしてますこの地形。殴ってる感触もあまりなく、ひたすら耐えの時間が続きます。ほんとドスガレはいつの時代も面白くないな。よくここまで面白くなくなるよ。10分50秒ほどで捕獲完了。一落ちしてもこのくらいのタイムにはなったか。タイムの割にとてつもなく疲れました。精神的なものでしょうか。ドスガレの素材には一切用がありません。さっさと次のキークエに向かうとしましょう。次にこいつに会うのは G1 か。今から不安だぜ。さあ、次の目標はスキュラの連続狩猟。原生林のクエストだな。素材ではなく木材が目的だそうです。スキュラには少し気の毒ですが。我々的にはスキュラ素材が欲しいです。クラスターハンマー強化できますからね。スキュラ武器は上位以降強くなるからね。汎用武器として押さえておいてもいいな。こいつは上位から攻撃に付与される異常が変わる。睡眠から猛毒になるね。尻尾は火力が高いのでかなり危ないですね。ゴリ押しは厳禁です。回と変わらずハンマーの相性は良好。ダウンからスタンにつなげる戦法が通用しますね。連続狩猟が用意されてるやつは単体の体力も低い。素材を集めやすいのは助かるね。じゃあ、ちゃちゃっと料理しちゃいますか。貝ハンマーでも楽勝だぞ。1匹目は5分以内に狩猟完了。この分なら全く問題ありませんね。貝よりはるかに楽に感じるわ。やっぱり原生林が両マップだからかな。スキュラに限っては地底洞窟も変わらん気はしますけどね。続く2匹目も順調に終わりました。これで星7キークエは全てクリアですかね。クリアタイムは13分半だった。1匹目から多勝負だったが、まあいいだろう。ストーリーが進行して研究所が復活だ。今まで役立つことはないけどな。初種の方はもう少し後に追加されますね。それまではほぼ飾りに近いです。ということで、次なる試練はモノブロス討伐。星8昇格の緊急となります。いよいよ師匠が登場だね。彼がいないと防衛戦は始まらん。しかし、ハンマー的にはかなり大きな壁だ。モノブロスとはものすごく相性が悪いぞ。武器防具もそのままですからね。やろうと思えば匠の発動は可能ですが。それなら星8解放した方がいい装備作れるからね。半分無理やり挑んでる形だ。で、さっきも言ったけどモノ君は非常に厳しい相手。一応、数値上の最大弱点は打撃の方だが。ハンマーで首を殴るのはかなり難しいです。だいたい頭に吸われて弾かれます。これがディアブロスなら腹が一番効くんですけど、モノブロスは通りが悪いんですよね。モノブロスをハンマーでやるのなんて初めてだから、このプレイでも探り探りやってるね。結果、全然有効度を与えられないまま過ぎていく。間違いなく一番苦戦した相手になった。そもそも方向になすすべないのがかなりストレス。まともにやり合うだけで疲れます。なんか無理やり頭殴ってたりしたんだよな。一応サブタゲに繋がるから無意味ではないんだが。こいつの角はハンマーに全く縁がない。防具もいまいちだし。昔は匠がついた部位もあったんですけどね。4G だとかなり渋いです。頭は属性こそ通りますが、肝心の物理が通らないので意味がありません。
スタンとかオトバクの隙を頭に使っちゃってんだよな。今見るとマジでもったいない。例によってエリア2の攻防は地獄。ガレオスとネルクスの邪魔さも終わってるよ。ハンマーは小型の妨害を非常に受けやすいです。攻撃範囲が狭いし、SE は貧弱だし。その上、段差にも邪魔されやすい武器なので、このエリアとの相性は最悪ですね。チャークだとモノブロスに苦戦した覚えはないんだが、ハンマーだと取り巻きの鬱陶しさがやばいわ。当然、モノブロス自体もかなり手強い。怒り状態だとほとんど手が出せん。追いつけない移動速度、避けれない方向、そして高い火力の三重苦ですね。せっかくチャンスを作ってもよく頭に邪魔されます。これは厳しい。攻略の糸口は、やっぱり音爆弾と疲労。ここで無理やり削るのが一番だね。首、翼膜以外はろくにダメージ入らないが、頭に弾かれるよりはマシだ。モノブロスって全身柔らかい印象はあったんですが、それも切断だけでしたね。そしてガレオスは吹き飛ばしのほか水やられも面倒。ハンマーには致命的です。ハンマーくん、氷と水やられは天敵だからね。本質で大切にしてあげないと死んじゃうよ。この辺の映像の絶望感やばい。小型はキモいしダメージ痛いし。プレイ中はだいぶ満身創痍でしたね。ほんと気合で乗り越えた感じです。結局、クリアには16分以上かかりました。体感だともっと長く感じましたね。マジでハンマーの弱さと環境的な厳しさを感じた。自分ようやったわ。しかし、装備周りはこれでだいぶ良くなる。ここからじっくり強くなろう。上位は星8からかなり行動範囲広がりますね。それは楽しみです。さあ、これでストーリーが進行なんですが、その前にコリュウの襲撃があります。ここの空模様、改めて見るとヤバすぎ。住民めっちゃ怖いやろこれ。筆頭リーダーのおかげでなんとかなったが、危うく街が崩壊するところだぜ。クシャルマジで目の前でしたね。その気になればプチッと行かれてたような。ともあれ、無事に師匠が到着。ドンドルマ復興が本格化します。次回からは星8の攻略だ。ちょいと寄り道して装備を整えたいところ。まだまだ作れる装備は限られますが、引き続き頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。